はい、内山光一のザ・ゴトチャンネルです。はい。はい、ちょっと今日は緊急にお願いしたいことがありまして。はい。ちょっとね、買い物に行こうかと思いましたらね、うんうん。ものすごい何か来まして、急に。今頭がクラクラしている状態ですめね。まいがする。めまいまではいかないけど、とにかくもうすごい、何か信号を受けています。うーん。で、申し訳ないですけども、うん。お話を聞いてみたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい、それでは合唱お願いします。はい。それでは、今私のところに、おいでいただいた方、向こうのエレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。すごい、強力に、来られた方お願いします。はい、ありがとうございます。それではお願いします。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか？うーん。マイクと言います。マイク様。はい。はい、恐れ入ります。簡単な自己紹介をお願いできればと思います。そしてお言葉いただければと思います。よろしくおうん。願いします。はい。ええ、私は宇宙連合のものですけれども、はい。うーん、メッセージ、というのは、うん、地球と、それから、月はい。と、の、うん、うーん、霊的なつながりというものが、目覚め、動き始めましたということを伝えています。月はご承知の通り、うん、中に、基地があって、うん、そこに、あらゆる種族のものが、住んでいる、うん、一種の、お船のようなものですけれども、これからは、地球と月の、うん、更新が今までもありましたが、さらに強くなると伝えておきます。それによって、お互いに協力関係ではもちろんありました。それがさらに、高度になるということになっていきます。地球の磁場が、次元が上がるということで、えー地球人類の、霊的な、うん、レベルが上昇してきたということに、気を合わせて、月の方もまた、目覚めが起きているということです。これによって見た目には全く、何の変わりもありません。しかし、うん、内側では、様々に変化が起きてきているということが言えます。そのことのお知らせです。うん。
変化と言いますと、地球の方では、地球に住んでる、表面、または、地下に住んでる、地球人の意識が変わるっていうことなんですけども、月においてはどのようなことを考えられますでしょうか？うん。月の中の、うん、霊意識の目覚め、うん。うん、ということが起きる、ことで、地球に対するサポートが、非常に強くなると言えるでしょう。ということは、宇宙の方たちからの霊的な、影響が強くなるっていうふうに思っている、地球連合の方たちからの霊的な影響が強くなると思ったらいいんですか？そうですね、良い意味での、影響が、うん。出ると思います。うん、特に、月の場合は、うん、その特性として、美しさや清らかさ、そして、癒しというようなことが、あありますので、そういったものが進んでいくだろうと思われます。なので、その周波数的に地球にも影響が来るので、これまでの、例えば、あ、月の波動を受けて、いた部分についての改善が見られる、あるいは癒しの部分においての、向上、進歩が見られるというようなことが起きてくるだろうと思われます。そして、そうですね、精神的な部分の不安であったり、恐怖であったり、そういったものを非常に多く感じたり抱えたりしていた人々が、その恐怖から解放されるというようなことも起きてくると思います。うん。すぐさまには、見た目は何も変わらないし、ほとんど自覚的にはわからないかもわかりません。ほぼわからないでしょう。しかし、内面では変化が起きているということが後から分かってくると思います。ということで、地球人類にとっては非常に、うーん、福音というか、嬉しいニュースではないかと思います。はい、そうですね、確かに非常になんて言いますかね、どうして自分をね、コントロールしていいかわからない方にとっては、そのエネルギーっていうのはすっごく嬉しいかと思いますね。そしはい。て、霊的なところを求めている方たちもいっぱいおられますんで、その、向上が一歩でも二歩でも進んでいくのかなというふうに思います。で、これで逆の方たちですね、例えば、どちらかというと、地球を汚染するような、企業とか、またはそういう考え方とか、いうようなところもまだ地球上ではいっぱいあるかと思いますけど、これに対する影響力というのはどのような形で出てくるでしょうか？はい、そういった考え方で、今後も生きていく人たちにとっては、非常に孤立化していくということが言えるだろうと思います。うーん、まあ、これまで、様々に関係を結んでいた者たちとの、縁が切れ始め、例えば、それがビジネスであったとしたならば、その相手先との関係が切れていき、
い孤立していくと。それぞれが、孤立し、関係がうまく結べなくなることによって、ビジネスが成り立たないということが起きてきます。非常に生きにくい、状態になってくるということが言えるだろうと思います。具体的に挙げて申し訳ないですけど、今私のすぐ近くに、台湾企業、中国の資本だと思いますけども、TSMC っていうのがすごく大きなものが、来ることになってます。もう工場も、かなり出来上がって、開業間近っていうところなんですけども、地下水の汚染と、それから様々なその弊害っていうのがあるわけなんですけども、こういったものに対しても、これからそういった風にいろんなところとの縁が切れて、衰退していく方向になっていくんでしょうか？いや、そうです。そういった変化がどのタイミングで出てくるかは、明言できませんが、あー反映し続けることは、ないでしょう。どこかの時点で、何かある、事故や事件などをきっかけとして、衰退していく方向に向かう可能性が非常に、高いだろうと思います。うーん、まあ、事件になるような、ニュースになるようなことが起きる、うーん、可能性が高いので、うん、その時点をもって、収束していく、方向に流れ的にはなっていくと思います。そうですね。様々なお金、利権っていうのが、ものすごく大きく動いてます。で、それが多分暴露されるという形で、一気に、工場がストップする可能性はあるかなというふうには思ってますけども、はい。そんな形でいろんな、違う形でも出てくるんでしょうかね。いや、そうん。うです。これまでのはい。世の中では、そういったことがずっと続いて繁栄していく、時代でした。うん。ですから、そういうことが横行していましたが、これからはお互いが手を結んでいた者同士のその手が切れていくという風になっていくはずですので、うん。一時期膨張して繁栄するように見えても、それはやがて衰退していくという方向に向かいます。うん。今のその日本の政治家の中で、今まではこう、まあ、自民党な自民党っていう中で、ある程度手を組んでやっておられたとこなんですけども、今は誰が敵か誰が味方かわからないというような形で、議員さんたち、戦々恐々としていると思いますけども、このような形で、衰退していくっていうふうに思ったらいいんでしょうかね。そうです。ちょうどアメーバがお互いに触手を伸ばしてつながっている、この触手が切れることによって、一つ一つが小さく収縮していくイメージです。うん。そのような感じで、いずれは、消滅するという方うん。向に向かいます。それが今から始まるってことですね、本格的に。そうですね。そういっうん。た考え方については、つながり続けることができなくなるということです。うん。今一番、問題にされてるのはマスコミだというふうに思うんですけども、マスコミのその、本当のことをこう報道しないということで、非常に間違った方向に、この国民、また人類を導いているように思うんですけども、これについては、なんか明らかな、なんか動きっていうのがあるんでしょうか？マスコミについても、これまでは大変大きなネットワークで、えー支配をされていましたから、うん。非常に強力に結びついて、世界各国で、えー同じような報道、同じような向きのニュース、を流すという状況が続いていました。しかしこれもやがて、それを続けていることによって、うん、
反映しなくなる方向に向かいます。そして、手薄なところから縁が切れていくということが起きてきますので、それはやはり今回のその月の影響、目覚め月の目覚めによる影響を強く受けて、地球の意識がそういったものにまた反応するということで起きてきます。うん。うん、ま熱量が増えるというか、溶かすようなイメージで温度が上がり、い冷たい、温度の低いことによって、固まっていたつながりが、温度が上がって溶けてなくなっていくイメージですね。そういったような消え方をすると思います。うん。ああ、じわーっと消えていって、もうスーッと消えていくんですね。はい。うん。で、今度はいい方の考え方ですね。天上界にあったような考え方を持つ人にとっては、それが逆にその熱量が増えるような形で、非常に活発になってくるっていうふうに考えてよろしいんでしょうか？はい、そうです。うん、活発になってきます。今この太陽系の中の、うん、うん、太陽エネルギーも非常に大きくなってきていますので、全体の、うん、惑星に対して同じく影響が届いていると言えます。なので、地球上でもその影響を受けるということになってきます。うーん、まあ、太陽の場合は、一部、あまりにもそのエネルギーが大きくて、人間にとって、え厳しい一面もあるのですが、それは恒久的なものではありません。一時的に非常にその影響を受けると、障害が出るというようなことは考えられます。しかし、全体として向かっている方向は、じゃあ、良き方向へと、明るい方向へ、暖かい方向へというイメージで、向かっています。太陽からの、エネルギーが強すぎて、少し、人間に対して一時期、被害が出るようなこともあるっていうことですね。あり得ます。うん。それはその良き人も悪しき人も同じってことですか？それともやっぱし、その受け方が違ってくるってことなんでしょうか？それは、えうーん、みんな同じ影響を受けるということです。うん、地球全体に、人によって変わるということではなく、物理的、科学的な影響とうん、言った方が分かりやすいと思います。例えばその電磁波的なもの、はい。うん、電気エネルギー、そういったものへの影響が出る可能性があるとうん。いうことで、まあ、え、電気的な影響を受ける。ということああ、で、なるほど。そういうと通信施設とかいうものが壊れてくる可能性がありますね。その電波はい、エネルギーでもって、はい。パソコンとか様々なものが一気にダウンする可能性があるというこそうです。とですね。そういったものが影うん。響を受ける、うん。ということが起きるうん。可能性があります。うん。それははい、はい、どうぞ。同じように影うん。響を受けます。うん。そういうことは、それを防ぐためには、ある程度シールドをするっていう形でも防げることなんでしょうか？その影響力が、防げるかどうか、うん。うん、まあ、あ
ある程度不可能ではないと思います。うんうんうん。しかし、相当量の、うん。うん、影響が、地球には届くと思われますので。ああ、じゃ、逆にシールドすると、そこでまた逆にエネルギーが熱が発生する可能性もありますね。うーん。うん。おそらく都市機能うん。などは麻痺するうん。であろうと思いますね。うん。それは、予測ってのは聞いちゃいけないかもしれませんけど、だいたいどのくらいの後になるんでしょうか？いや、そのことについては、うん。予測はほぼ不可能です。あ、な太るほどですね。陽の活動によりますから、はい。その太陽フレア、うん。が、どのスパンで起きるか、うん。測っていると思います。ううん。ん。うん。専門機関においては、それは、うん。予測されていると思います。うん。ありがとうございます。うん、それと月のからの影響ということありますけども、地球でえ原発からそのミサあの、原子力を使ったミサイルとか攻撃するのが使う可能性って非常に出てますけども、これについては、宇宙連合の方ではどのように考えておられますでしょうか？核ミこれはサイルですね。はい。はい。はい、はい、核ミサイルについては使わせない方向に動きます。うん。それは、介入することになると思います。ありがとうございます。ぜひともお願いします。はい。もう一つ予測されているのは、日本に対する攻撃っていうのが、北朝鮮、中国からの可能性が考えられますけども、これについては、今、宇宙連合の方はどのように考えておられますでしょうか？それこそ、そこについては、シールドで守るといううん。ことをすることになると思います。うん。いざそのことが起きたときに、ええ、その攻撃の、スピードよりもさらに速いものによってシールドをしていくというん。うことを起こしますので。地上から、日本の本土から何かをするということは、ほぼ不可能です。そうですね、はい。うん。ですので、そこについては、地球上の技術ではないテクノロジーでシールドしていくことになります。うん。うん、保護していくことになります。うん。地球の中でも日本っていうのは本当に守られてるんですね。宇宙からも守られてるんだなということをはい。つくづく思います。はい。はい。ありがとうございます。あとは、この日本人がいかに信仰に目覚めるかっていうとこだと思います。はい。この霊的なところが、いろんな方が目覚めてくれば、この信仰する心っていうのも当然、増えてくるかと思います。そこが一番大事なところかなと思いますけども、その方向でよろしいんでしょうか？はい、創造主への信仰というのは、うん。最も根本的なところでうん。あるとうん。いうふうに思います。そのすぐ下に、非常に神近き存在、まるで神のような、技を持った存在、うん。うん、あるいはそういった考え方、価値観を持った存在などが様々に、いますので、うん。彼らが、ああ、ある程度具体的な、動きを見せるときには、地球上で、創造主のことが、わからない。創造主への信仰ということがわからなくなるということが起きます。うん、科学万能の考え方、テクノロジーが最優先であるという考え方。
そういったものに長く、うん、まなんというか、毒されてきたと言いましょうか。そういった部分がありました。そして現在もなお、そういう考え方というのはあります。しかし、その神近き者たちさえ、創造主によって作り出された存在であるというところまでの考え方というものを持たなければならないと。それこそが信仰であるというふうに思います。ですからそのあたりの認識を持っていただきたいと思います。うん、非今常に高度なはいはい、非常に非常に高度な、はい。考え方や技術、などが見えてくると思いますから、その時に間違わないようにしていただきたいと思います。ありがとうございます。今その創造主の、作られた団体を非常に違うものが、乗っ取ろうとしております。これについては、店長会の方ではどのように見ておられますでしょうか？過去、歴史の中において、同じようなことが、何度も起きました。そしてまた、この度、それを問われる場面に今来ていて、まさに、うん、同じことを繰り返さんとしているところであると思われます。これはやはりその地上の人間が何を選択するかに任されていて、えー彼らがそれを選び続け、そしてその他の多くの人々が彼らによって流されていくとしたら、それなりの未来が展開するというふうになります。これをあえて神近き者たちの手によって押しとどめていくということは、すべてのことにわたってそうすることはありません。やはり、うんまだそのタイミングが来ていないということであれば、その流れに沿っていくことになるでしょう。うん。うんさらに、えー時が必要になるということです。厳しい感じですね。そうです。うん。ここでそれが、修正できなければ、うん。次のチャンスは遥か未来ということになるでしょう。うん。うんそういうことですね。うん。じゃあ、ここ1、2年が勝負ということですね。はい。うん。今年が勝負なのかな、ひょっとして。今年、来年。はい。今年は大事です。今年、ですね。来年大事です。はい。わかりました。ありがとうございます。月からの影響力が増えるということで、これから本当に大きく大きく変化していくのじゃないかと思います。はい。はい。しっかりと地球を守って、また未来を素晴らしいものに変えていきたいと思っていますので、どうか、はい。よろしくお願いします。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうごでした。ざいました。はい。地球からマイクさん、ごめんなさい。月からマイクさん、宇宙連合の方ですね、来ていただきました。で、いろいろと、ね、いろいろ聞いてみまして、今回は、ね、いろいろ答えてはいただきましたね。ただ、あ未来の予測のはっきりした日にちは教えてくれませんでしたけど。うん。今の話からすると、電気的なところが壊れるとなってきたら、もう仮想通貨なくなりますね。吹っ飛びますね。大変ですね、吹っ飛んだら。
大変ですね。ねえ。電子的に保管された株の数も数字も吹っ飛びますね。うーん。今儲けている人、早く下ろした方がいいかもしれませんよ。いや、もう大変なことになる。大変なこと。ただね、すぐかどうか、ね、じっと何年も先かもしれないし、すぐかもしれないし、まるっきりわからないということになりますね。はい。いや、私もちょっとこの建物をね、ちょっとシールドしてね、アースをして、ね、いろんなの守れんかなと思ったんですけど、難しいみたいですね。エネルギーが強すぎて。うん。ね、地下でも掘らなくちゃダメなのかなっていうような感じしますけども。ええ、鉛で覆ってやらないとダメなのかなっていう感じもしますね。大変。まあ冗談ですけども、まあ流れに任せながらね、天上界の動きとその宇宙からの動きは多分同じような、方向を向いてやっておられると思いますので、安心していいかと思います。ただ、その宇宙連合の中でも、やはりね、腹黒い方たちがいましてね、うん。うん、裏でこそっと悪いことをする人もいるんですよね。はい。でそこは注意していただければと思います。うん。その方たちは、この地球を侵略する者たちとつながっています。うん。まあ、基本的にはレプタリアン族、またそれに属する者たちっていう形になりますけども、爬虫類から準類型になっているという方たちですね。非常はい。に心っていうものがね、なかなかね、私たちのような心とは違って、うん。強いものが素晴らしいという方向でね、動いてますので、強いものがね、弱いものを食べて何が悪いっていう価値観ですからね、まるっきり違う者たちがいて、この地球を狙っているっていうことは間違いありません。そういったところも含めて、宇宙から、そして、宇宙連合も含めて、神仏、その、霊界からも、今から本格的な手入れが始まるということになります。どうか心を正しながら、心をきれいにして、やっていけることができればと思います。それで、天上界から、そして宇宙連合の方たちから守っていただけるこの日本、本当にありがたいですよね。はい。しかし、ね、守ってもらえるんだったら、守ってもらえるだけの義務があるんですね。うん。守ってもらったものの義務って言いますかね。はい。それを果たしていきたいと思います。しっかりと私たはい。ちに与えられたことをやっていくことができればというふうに思います。はい。大きく時代が変わるとき、新しいものを作っていきましょう。いつも言ってますけどね。それでは皆さん、ご協力よろしくお願いします。よろしはい、くお願いします。今日はこれで終わります。どうはい。ありがともありがとうございました。うございました。こんにちは。お元気ですか？世の中が混沌としている時代、あなたは自分らしく生きていますか？あなたの本当の魂の声を聞いていますか？何を中心に物事を考えて、どのように生きていけばよいのか迷ったりしていませんか？そんなあなたのために、私たちはあなたの守護霊や中核の魂とあなたをおつなぎする魂の光セッションをご用意しています。このセッションを受けられた方々からは、続々と嬉しい感想が寄せられています。ぜひあなたも一度、魂の光セッションを受けてみられませんか？お申し込みは動画の説明欄よりアクセスできます。あなたのお申し込みを心よりお待ちいたしております。ぜひ一度お受けになってみてください。ありがとうございました。